お久しぶりです。プラぼっち研究所です。今回はリアルグレードシャイニングガンダムを塗装ブースなし、エアブラシなしのお手軽フィニッシュで仕上げていきます。プラぼっち研究所。改めましてこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回作成していくキットはこちら、機動武闘伝 G ガンダムよりリアルグレードシャイニングガンダムです。発売日は2025年6月28日で価格は税込み3850円です。一般販売のリアルグレードは前回が去年の12月の暁だったので、実に半年ぶりのリアルグレードですね。今回はこのキットを組み立てて墨入れして付属のシールを貼ってトップコートを拭くだけのお手軽フィニッシュで仕上げていきます。それでは早速開封していきましょう。オープン。内容物はこんな感じ。ランナーも取り出していきましょう。リアルグレードでよくあるホワイトとグレーの外装パーツ、めっちゃ好きです。またリアルグレードでおなじみのアドバンスド MS ジョイントはこれだけですね。後でわかりますが肩と腕のパーツでした。そしてマーキングシール、今回はこちらも貼っていきます。メタリックレッドの G ガンダムのシールもありますね。オープニングのサビ前のシーンを再現できます。それではパーツをカットしていきましょう。使用ツールはタミヤの先細薄刃ニッパーです。パーツから少し離れた箇所をざっくり切っていきます。そして残ったゲート跡はニッパーを変えて切り取ります。使用ツールは謎の中国メーカーの片刃ニッパーではなく、ついにうちにもやってきました。ゴッドハンドのアルティメットニッパーです。パッケージからしてかっこいい金の箔押しになっています。こちらは以前助手と三重県に遊びに行った際に視聴者様からいただきました。ありがとうございます。有効に使わせていただきます。それでは早速ニッパーをゲートに添えて刃を閉じる。すごい、プラスチックがバターみたいにくにゃんと切れます。私の使用ツールは随時概要欄に貼っておきますのでチェックしてみてください。こちらの URL から購入していただければ私に紹介料が入り喜びます。今回は一度にパーツを全部カットせずに部位ごとに組み立てていきます。はめたら隠れる箇所にも細かなディティールが入っているのを組み立ててめっちゃ楽しいですよね。本当にロボットを作っているみたいです。そんなこんななんやかんやで素組みの完成。背中の装備が小さいので自立しやすいです。やっぱりリアルグレードは成型色のまんまで塗り分け必要ないくらい色分けがしっかりされてますね。スーパーモードも差し替えなしでいけます。ちなみにブラックライトを当てると手が光ります。はい、ここからは手を加えていくパートです。先ほども言いましたがリアルグレードって塗装しなくても色分けめっちゃしっかりしてるんですよね。なので今回はディティールアップのみで仕上げていきます。このままでも十分かっこいいのですが、少し手を加えるだけでさらにかっこよくなりますのでぜひご覧ください。今回はいつも使っている塗装ブースやエアブラシはなしでやっていきますよ。まずはパーツのこういったところにパーティングライン、たい焼きでいうところの羽の名残がありますので、こちらを除去していきます。使用ツールはアルゴファイルのマジスクです。こちらを使ってカンナ掛けしていきます。デザインナイフでも代用できますが、マジスクは刃が分厚いのでブレなく仕上がりがビビりにくいです。このキット優秀で腕のこのパーツくらいしか目立つ箇所がなかったですね。続いて筋彫りを行います。この後に墨入れといって溝を黒く塗る作業を行うのですが、こういった箇所は墨が流れにくいので工具を使って溝を彫り直していきます。使用ツールは筋彫り銅の BMC 高値 0.15mm です。こちらが手に入らなくても Amazon で似たような製品を使えば OK です。段差に沿って弱い力で溝をなぞっていきます。筋彫りのビフォーアフターを比べてみるとこんな感じ。墨入れしてなくてもディティールが際立ったのが分かりますね。この作業を墨入れしにくそうな箇所を重点的に行っていきます。動画ではあまり分かりにくいかもしれませんが、手元に置いて飾ると結構違いが出るのでぜひやってみてほしいです。筋彫りが完了したら次の工程に参りましょう。
はい、それでは墨入れを行っていきましょう。使用ツールはタミヤの墨入れ塗料ブラックです。よくよく考えたら墨入れって塗装に入るんですかね。こちら蓋を開けると小さい筆がついておりますので、ディティールにちょんと当てます。すると毛細管現象で塗料が溝に沿って流れていくわけですね。ここで注意点ですが、今使っているのはエナメル塗料というもので、溶剤がプラスチックを溶かす性質があるんですね。本当にスーッと流し込む程度であれば溶剤がすぐ揮発するので大丈夫なのですが、水たまりができるぐらいドボドボつけるとプラスチックが溶剤を吸収してマジで割れます。私は以前リアルグレードのガンダムの袖を割りました。なので本当にエナメル塗料でビチャビチャにしないように気をつけてください。不安な方は墨入れをする前に光沢クリアの塗料を拭いておくと安心です。と、ここでカメラアイのシールは後から貼りにくそうなのでこの段階で貼っておきましょう。貼ってみるとこんな感じ。縁取りがしっかりされてかっこいいですね。こちらもこの後墨入れしました。塗料が十分に乾いたらはみ出した箇所を拭き取っていきましょう。こちらのエナメル溶剤を使いますが、少しの溶剤で十分に塗料を拭き取れますので、蓋についた溶剤を綿棒につけるだけで OK です。この辺を拭き取ってみましょう。はい、この通り綺麗になりましたね。頭部の拭き取りはちょっと緊張しましたね。小さいパーツの方がエナメル溶剤の影響を受けやすいので、本当に少量の塗料、溶剤で作業を行ってください。その後もひたすら拭き拭きして墨入れ完了です。これだけでもいい感じになりましたね。次の工程に参りましょう。さあ、リアルグレードの醍醐味。マーキングシールを貼ってディティールアップさせていきましょう。メタリックのシールもあって豪華ですね。まずは腰のパーツからシールを貼っていきましょうか。ここでマーキングシールをきれいに貼る一つの方法を紹介しておきましょう。それはこちら。理系はおなじみハリオのビーカーに入った水です。このチャンネル始まって以来初めての研究所要素を出してしまいました。貼りたいシールを台紙から剥がして水につけます。あとは普通に貼るだけです。こうすることによって粘着が若干弱まり、位置調整がしやすくなるんですね。位置を決めたら綿棒で水気を取ってシールを押さえましょう。気泡も入りにくくなって仕上がりも綺麗です。はい、腰パーツの半分だけ貼ってみました。情報量が増えてかっこいいですね。ちらりと光るメタリックシールもいい感じです。他のシールも同じ要領で貼っていきます。腕パーツも片方だけシールを貼ってみました。はい、かっこいいですね。足パーツも片方だけシールを貼ってみました。はい、かっこいいですね。なんやかんやでシール貼り完了です。さすがリアルグレード。エアブラシを使わずともここまでのものができるとは。しかしですね、シールを貼ったところの表面の反射や段差がちょっと気になるので、最後の仕上げをやっていきます。さあ、仕上げにトップコートを吹いていきます。トップコートっていうのは透明な塗料をかけて作品の表面を均一化させる保護剤のことです。作業しやすいようにパーツを部位ごとにバラバラにします。また今回は半光沢になるトップコートを使用するので、胸のつるっとしたクリアパーツは取り外しておきます。なんだこれ、取れねえ。取り外す方向が逆でした。そして再び田植えをします。付けづらい部位は両面テープを使ってなんとか固定して研究所の外に出ましょう。はい、野外にやってきました。ここでトップコートを拭いていきます。エアブラシの代わりにこちらを使います。クレオスの水性プレミアムトップコート半光沢タイプです。缶スプレータイプで噴射の勢いはありますがお手軽に使えます。そして塗装ブースの代わりはこれだ。その辺にあった段ボールです。まあ塗料が飛び散らなければ他のものでも何でも OK です。それでは塗布していきましょう。こちらの缶スプレーめちゃめちゃ噴射の威力があるので、吹き始めと吹き終わりは対象物に当てないような感じで通過させるように吹きつけるとつけすぎ防止になります。ちょっとこれはつけすぎましたね。まあでも乾けばいい感じになるかなとは思います。
本当はもっと離して噴射した方がいいのですが、カメラに入るように意識してたら結構近くで吹いてしまいました。他の部位も同じ要領で吹きつけていきます。いやー、それにしても暑い。皆さんも野外で作業する際は熱中症には十分に気をつけてください。自分は熱中症にならないだろうという考えは甘々なので、せめて水をたくさん飲みましょう。段ボールも半光沢に仕上げまして、トップコート工程完了です。このまま1日放置して組み立てていきますよ。はい、1日乾燥させて持ち手棒から外してきました。それでは組み立てていきましょう。まずは取り外しておいた胸のグリーンのクリアパーツを取り付け、腕部と胸部を取り付け、腰部と脚部を取り付け、バックパックを取り付けて、上半身と下半身をドッキング。ボチーン。最後に頭部を取り付けたら、リアルグレードシャイニングガンダムお手軽フィニッシュの完成です。プラぼっち研究所。はい、いかがでしたでしょうか。素組みのキットと比べてみましょう。左がビフォーで右がアフターです。リアルグレードなだけあって素組みの状態でも十分かっこいいんですけど、ちょっと手を加えてやるだけで既存のディティールが際立ってさらにかっこよくなった気がします。リアルグレードのシールって水転写デカールじゃないんで、ちょっと毛嫌いする人もいるかもしれないですけど、トップコートを吹いてやるだけでかなり目立たなくなるので、ぜひ試してみてください。それではこの動画が良かった、次の作品にも興味が湧きましたら、チャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。そろそろ目標にしていたチャンネル登録者数1000人も見えてきました。また制作状況や近況は X、Twitter でつぶやいておりますので、チェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。